行機からこんにちは、青ヶ島チャンネルです。皆さんおなじみの青ヶ島へは八丈島を経由して行き来するわけなんですけど、実は離着陸が格段に難しい空港として知られているんですね。八丈島には八丈富士と三原山という見事な山が2つあるんですけど、この2つの山に滑走路が挟まれてるんですね。で、山から吹き下ろす風で気流が乱れやすいそうです。何度か着陸チャレンジしてくれてて、でなんでこんな日に限って窓際の席を取れてなかったんだっていう、最近飛行機すごく混んでるので直前の予約だと窓際取れなかったりします。あいにく八丈島空港周辺の風の影響を地上に確認しましたところ、状況は大きく変わらないものと判断しまして、羽田空港へ引き返すことを決断いたしました。お急ぎのところまたご予定がある中ご迷惑をおかけしますことをどうぞご理解ご了承のほどよろしくお願いします。ただいまのところ羽田空港着陸予定時刻は20分ないし25分後を予定しております。それでは到着までどうぞごゆっくりお進みください。またこの先もところどころ強めの揺れがあるものと予想しております。座席にお座りの間引き続き腰の低い位置で揺れみのないようご注意をおきください。それでは失礼いたします。八丈島も青ヶ島と同じように伊豆諸島の中でも南部で特に湿度が高いので濃霧で欠航になることも稀にあります。この日は強風による影響でした。この日は皮肉なほどにこの青空素晴らしい天気だったんですよ。これはみんな八丈島に着きたかったよねっていう最高の天気。でも風が強かったんですよ。しょうがないですね。本当に春のいい天気だった日でした。八丈島行きの飛行機が1日3便あって、でこれ1便が欠航した場合2便か3便に自動的に振り分けられるんですけど、もう青ヶ島行きのヘリコプターも船も乗れないので、この日中に青ヶ島にはたどり着けないので、じゃあいっそのこと飛行機キャンセルして船で帰ろうとなりました。このまま八丈島に行って1泊すると、1泊分お金がかかるんですけど、船に乗ってしまえば船で1泊できるので、そのまま船に乗り継げるということですね。これ夜までの時間何をしてたかというと、蒲田でちょっと立ち飲みして、でカラオケでちょっと寝るっていう、そんな感じで夜まで時間を潰していました。こちらに見えるのが橘丸、黄色い立派な船で八丈島へ向かいます。ちなみに青ヶ島島民は飛行機もこの船も割引があるんですね。で飛行機に関しては直前のキャンセルでも手数料がかからなかったりとか、いろいろ特典があるんですよ。なのでその振り替えを蹴ってキャンセルできるのはもしかしたら島民割だったからかもしれないんで、一般の人はその振り替えをキャンセルすることができるのかちょっとわからないんですけど、もし違ったらすいません。黄色い橘丸のお隣にサルビア丸っていう白と青の船があるんですけど、サルビア丸は大島、利島、新島、式根島、神津島の方に行きます。で黄色い橘丸は三宅島、三倉島、八丈島、この2つの航路に分かれてますね。伊豆諸島南部と伊豆諸島北部っていう感じで、
の星マークがついているところはもしかしたら抜港になるかもしれませんっていうマークなんですけど、特に御蔵島の港が、結構たどり着けないというか飛ばされてしまう、抜港になることが多いと言われてますね。御蔵島も青ヶ島と同じく港が一つしかないんですね。なので八丈島や三宅島みたいに、港が2個あって風向きによってじゃあこっちが荒れてるからこっちにしようっていう対応ができないんですね。またお手持ちの乗船券は漁船の際は桟橋係によりましてご案内いたします。まもなくいたしますと三宅島に池港桟橋接岸となります。お後三宅島にて漁船をされますお客様、4号半中央部漁船口付近へお越しくださいますようお願いいたします。また先ほどもご案内いたしました通り、お手持ちの乗船券は桟橋係によりまして回収をさせていただきます。乗船券はお一人様1枚ずつお手元にご用意をお願いいたします。またただいまよりエレベーターの稼働は再開。青ヶ島行きの黒潮丸が見えてくるとね、ほっとしますね。いつもの黒潮丸です。この橘丸と黒潮丸の
乗り継ぎのところが結構遅れることがあって、最大で30分から1時間ぐらい出港が遅れる場合があるので、ちょっとその間お腹空いちゃうとか、水分補給とか気をつけた方がいいかもしれないですね。基本的に八丈島底土港に着くんですが、底土港は、自動販売機もあり Wi-Fi、 ちょっとしたワーキングスペースみたいのもあります。港の状況が悪い場合はこの底土港ではなくて、もう一つの八重根港に着く場合があるので、そちらもちょっと注意が必要ですね。こんな感じで青ヶ島への道のり、まず八丈島に行くっていうのがね大前提なんですけど、八丈島にたどり着けない場合もあるっていう、本当に難易度の高い島かもしれません。飛行機はやっぱり風とか、あと霧が濃くて視界不良でっていうこともたまにあるんですが、そうですね、船もあまりにもしけてる場合は橘丸が欠航になることもあります。でも橘丸は大きな船なので、黒潮丸、この青ヶ島行きの船ほどは、欠航率は高くないです。時期にもよるんですが、やっぱり1月2月のしけの時期は多少予定通りにいかないかなという感じはしますね。八丈島や青ヶ島に行くときは、事前に天気予報だったり、あとウィンディっていうアプリで波の高さとかを見れたりするので、事前に見たり、あとは八丈島青ヶ島の島民はX ですね、 X をやってる方が結構多いので、それでちょっと最近の状況はどんな感じかなって見てみたりすると結構わかるかもしれないですね。私はその仕事だったりとか結構融通が利くので日にちずらしたりとかねできるんですけど、普通の方はやっぱり予定を何ヶ月も前から決めて楽しみにしていたりすると、やっぱり急に変更になってしまうのは辛いですよね。でも八丈島まで行ければ八丈島で観光を楽しんで、もし青ヶ島行けなくても八丈島もすごくいいところなので楽しめると思います。八丈島の動画も結構出してるので見てみてくださいね。